どうもこんにちは、7000チャンネルと申します。チェーンソーマンといえば、映画、漫画、ジャンル問わず、いろいろな作品からのオマージュが有名ですよね。今回は元ネタとなっていると思われる漫画7000を紹介していきます。一つ目は国内外多くのクリエイターに影響を与えているダーク SF の巨匠、二瓶勉作品、あばらから、突如発生して人間を殺戮する白い異形ガウナに対して主人公工藤伝次が立ち向かっていくお話です。他の二平作品同様に設定が難解で説明も最小限にとどめている謎めいた作品です。独特の雰囲気を楽しむもよし、設定をがっつり考察して楽しむもよし、チェーンソーマン好きならハマること間違いなしの傑作です。辰木先生もポップなあばらを目指していることを公言しています。具体的な共通点を見ていきましょう。まず主人公の名前伝次。チェーンソーマンの伝次は天使から来ていると公言されていますが、間違いなくあばらの影響も受けているでしょう。どちらの伝次も変身することができ、変身後の形態のビジュアルがかなり似ています。チェーンソーマンと武器人間ズが戦っているシーンです。二平作品は建物や武器などの無機物のデザインが最高なんですが、このゴンゴンという擬音なんかも無機的でとてもいいですよね。ここチェーンソーマンどんだけ強いんだよって感じでしたね。あばらと構図はそっくりですが、完全に別物として消化している感じがします。それにしてもどっちも画力がやばい。続いてもキャラクターのネーミングです。第1部最終話で登場した那由他。あばらではもう一人の黒ガウナとして伝次に立ちはだかります。あばらでは姉のあゆたも出てきたので、第2部ではあゆたも出てくるかもしれません。あゆたは黒ガウナ化する那由他の精神の同調先としての役割を担っていたので、2人で一人的なキャラクターでした。もしかしたらチェーンソーマンでは支配の悪魔が強すぎたゆえに、那由他とあゆたの2人に牽制したという展開もありかもしれません。ちょっと無理やりすぎますかね。続いては怪獣の子供でも有名な五十嵐大輔先生の短編集「魔女」からです。魔女をテーマにした短編集で、トルコ、熱帯地方、北欧、日本を舞台に不思議な力を持った魔女たちを描いた作品です。動的な画力で描かれる不思議な世界観と独特な設定が魅力です。実質的な公式ツイッターである辰木先生の妹さんの小春ちゃんのツイッターでも影響について言及しています。両作の共通点として下等生物を操るキャラクターが登場します。魔女ニコラはマキマのように下等生物を操ることができます。ネズミの群れからの登場シーンはここからインスパイアされている可能性が高いです。両作のラスボスであるマキマとニコラ、全能とも思える能力の虚をつくような倒し方や、どこか憐れみを感じるような彼女たちの動機が少し重なるようにも思えます。続いては宇宙の魔人のハロウィーン攻撃の元ネタとなったと思われる描写です。波の悪魔の力を得て起こったサンタクロースを倒したハロウィンは、魔女の力を過信したニコラを倒したシラルから着想を得ていると思われます。シラルは糸を紡ぎ、言葉を紡ぐ伝言者と呼ばれる存在で、この世には知ることのできない領域があるということを諭し、魔女ニコラを倒しました。チェーンソーマンのこの話のタイトルもつむっとなっています。続いては辰木先生が大好きな榎本俊二先生の作品の一つ、キリスケとジョニー499人斬りです。チェーンソーマンに負けず劣らずクレイジーな作品です。ストーリーはほとんどなしで、とにかく切って切って切りまくる、本当にずっと切ってる、そんな作品です。ジャンプの端末コメントでも名前挙げていますね。
辰木先生と榎本先生はもはや相思相愛の関係と言えるでしょう。ところどころに榎本イズムを感じさせられますが、特に監視線は顕著です。ブルータスの917号では、チェーンソーマンと榎本先生のコラボインタビューが掲載されていて、チェーンソーマンのことをベタ褒めしています。ちなみにこのブルータス917号は漫画特集号になっていて、漫画好きには超おすすめの内容になっています。妻への五十嵐大輔先生が鬼滅の刃のイラストなんかを描いてたりします。ぜひバックナンバー探してみてください。こんな感じでスパスパ切りまくってます。人形の悪魔の設定と榎本作品のオマージュをうまく生かした衝撃的な表現でしたよね。続いて4つ目はついに完結した大傑作漫画ドロヘドロです。超大好き。チェーンソーマン連載当初、ドロヘドロと似ていると感じた人も多いのではないでしょうか。簡単なあらすじ。魔法使いに頭を爬虫類に変えられ、記憶を失った男カイマン。彼は何者なのか、なぜ記憶がないのか、口の中の男は誰なのか、それはまだ混沌の中。それがドロヘドロ。ちょっとこれ言ってみたかったです。チェーンソーマンのアニメ化発表の際の辰吉先生のコメントで、チェーンソーマンがドロヘドロと呪術廻戦のパクリみたいな発言を自らされていて、なぜかドロヘドロがツイッターのトレンド入りするということがありました。個人的にはこの発言はちょっと謙遜が入っているのかなと感じていて、具体的に影響を受けているというよりは、設定や世界観だけではなく、ホラーやスプラッターといった作者の趣味が似ているので、結果的に似ちゃったという感じかなと思っています。具体的な共通点を見ていきましょう。まずはビジュアル。スーツとスニーカーと金槌というスタイルは、新先輩を彷彿とさせますよね。相棒のノイもどこかパワーに似ているかも。どちらもバディ精度が最高です。続いてドア。両作ともドアが非常に重要な役割を担っています。デンジの心の中のドアもそうですし、地獄でも悪魔が潜む境界線として描写されていました。ドロヘドロでは魔法使いだけが使用することができ、人間が住む世界であるホールと魔法使いの世界をつなげる役割を担っていました。続いての共通点は悪魔です。両作の魅力といえば何といっても個性あふれる悪魔たち。特に未来の悪魔はそのままドロヘドロに登場しても違和感ないくらいに最高にドロヘドロ感があります。ドロヘドロの悪魔は全能な存在なので、基本勝負を仕掛けても勝てないので、チェーンソーマンでいう超越者的な存在です。すごくシリアスなシーンに新曲を発表したり、いきなり虐殺を始めたりとお茶目な一面もあります。続いてカース。呪いの悪魔はボムと同様にカースという別呼称が存在しますが、ドロヘドロでも全く同じです。ここはもしかしたら意図的に引用しているかもしれませんね。両作とも超強力なキャラとして描写されていました。続いて5つ目は、ホラー漫画の天才伊藤潤二先生の作品です。異常な発想と高い画力で描かれる伊藤潤二ワールドは必見です。基本閲覧注意です。奇想天外な展開と散りばめられたシュールな笑いが最高です。複数の伊藤潤二作品からオマージュしていることを明かしています。まずは魚という作品から魚の悪魔のビジュアルです。その凄まじいビジュアルからかなりインパクトを残しましたが、元ネタがあったんですね。ちなみに小春ちゃんが投票した人気投票の結果はこんな感じです。58位。78人も投票してるんですね。ちなみに1位はパワーちゃんでした。続いては怪談という作品からのオマージュです。マキマが初めて能力を行使したシーンです。当時は全くマキマの能力も分かっていませんでしたが、今振り返るとおそらく罰の悪魔の能力だと思われます。
階段のオマージュでマキマの底知れなさをうまく表現してますよね。冷静にこの能力めっちゃ強くないですか？続いて余談ですが、呪術廻戦でも伊藤潤二先生の渦巻きをオマージュしてますね。次世代の人気漫画家たちに愛される伊藤潤二作品は必見です。続いては辰木先生の原点となる過去作品たちから。ファイヤーパンチと予言のない歌。ファイヤーパンチはあらゆるタブーを盛り合わせにしたような超問題作で、予言のない歌は読み切り作品です。最初の共通点はクレイジー具合。チェーンソーマンよりもイカれた漫画があるだろうか。それがファイヤーパンチです。ファイヤーパンチの世界には祝福と呼ばれる奇跡を使用することができる人間が存在します。そして氷の魔女と呼ばれる祝福者によって世界は雪と飢餓と狂気に覆われてしまっていました。主人公のアグニは再生の祝福者で、傷を負ってもすぐに回復する能力を持っています。しかし炎の祝福者ドマの消えない炎を浴びてしまい、再生と燃焼を繰り返し続けるファイヤーマンになってしまいました。もちろんずっと激痛です。最高にクレイジーな設定ですよね。一方でチェーンソーマンのデンジはチェーンソーの悪魔を体に宿しているチェーンソーの武器人間です。この悪魔と祝福、チェーンソーマンとファイヤーパンチの世界はもしかしたらつながりがあるかもなと思っています。それは別動画で考察しようと思います。続いての共通点は映画ラブなところ。辰木先生といえば映画。辰木先生にとっていかに映画が重要で大好きかがわかります。まさかリアルで本当にスター・ウォーズの新作が出るなんて辰木先生もびっくりですね。続いての共通点は太陽と火。雪に覆われてしまったファイヤーパンチの世界では火や太陽がキーワードになっています。主人公アグニの名前はインド神話の火の神から来ていて、妹のルナは月を意味します。アグニの信者であるサンは太陽を意味します。銃の悪魔に殺されてしまったアキの弟は早川太陽という名前でした。ファイヤーパンチの世界はサンという英語がもはや旧世代の言葉になってしまっている未来のお話です。一方でチェーンソーマンでは太陽が直接描写されたことがなかったりして、太陽の悪魔がチェーンソーマンに食べられてしまった太陽消滅説っていうのもあるみたいです。そんなチェーンソーマンの世界とファイヤーパンチの世界との関係性はいかに。続いて予言のナユタから。新支配の悪魔ナユタは読み切り作品の予言のナユタからの登場。もちろん本人ではなく性格や設定も異なるようですが、辰木ファン歓喜の采配ですよね。設定の共通点として読み切りナユタも支配の悪魔同様世界を滅ぼしうる力を持っています。読み切りナユタの危ない行動は全て兄を思っての行動で、本当は優しい子供でした。デンジも兄としてナユタを守れるのでしょうか。第2部が楽しみです。最後はいろいろ詰め込みます。まずはハンターハンターからレクイエム。漫画史上最速で終了した最強の大会編の幕を飾ったレクイエム。あの世のウボウさんと姫の先輩はどのように感じたのでしょうか。それにしてもハンターハンターのこのシーン、本当に芸術的ですよね。辰木先生がオマージュしたくなるのも納得です。続いてベルセルクから構図のオマージュと思われるシーン。台風の悪魔戦のデンジとビームの共闘攻撃の構図は、ベルセルクの対ガニュシカ戦で見せたガッツとゾットの激アツ共闘の構図にそっくり。どちらも最高のタッグでした。最後です。もはや定番になっているズン壁表現は、大友作品のドーム発祥ということは有名ですよね。もはや浸透しきっている表現なので、明らかなオマージュと言えるかは微妙ですが、漫画オタクの辰木先生なら意図的に流用している可能性もあると思います。
漫画オタクのたつき先生がオマージュするだけあって、どれも名作揃いなので、まだ見てない作品がありましたらぜひ見てみてください。他にもご存知のオマージュ作品がありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。